アクロパパの AI 教室。前回は分業と並列、サブエージェントに仕事を振る話でした。覚えてますか？覚えてます。タスクを分割して複数のサブエージェントに同時に投げるやつですよね。そうで、今回はその先、 AI が作ったものが動くのに間違ってるという厄介な話をします。動くのに間違ってる？エラーで止まる方がまだマシってことですか？まさにそう、プリアさん。エラーなら気づける。怖いのは静かに間違ってるコードです。例を出します。プロンプトで税込み価格を計算する関数を作ってと頼んだとします。簡単じゃないですか。プライス ×1.1 でしょ。ところが AI は丁寧に軽減税率も実装して、食品なら 1.08、 それ以外は 1.1 で返してきた。それ親切じゃないですか。何が問題なんですか？使用書には一律 10% と書いてある。親切に見えて仕様と違う。これが動くけど違うの典型です。テスト通りますよね。食品で試したら 1.08 で正しく見えちゃう。そう、レン君。テストケースが食品だったら正しく見える。でも仕様とは違う。ここが落とし穴です。さっきの軽減税率も過剰実装ってことですか？その通り。頼んでない機能を足すのが過剰実装。もっと派手な例も見せましょう。ログイン機能を作ってと頼んだら、パスワードリセット、2段階認証、SNS 連携まで全部入りで返ってきた。いやー、それ最高じゃないですか。全部欲しい機能ですよ。レン君、それが信じすぎの罠。頼んでない機能はテストもレビューもされてない。バグの温床になる。しかも後から別の人が見たら全部仕様だと思い込みますよね。アクロパパ的には AI の親切心が一番危ないと思ってます。頼んだことだけやれが鉄則です。次はもっと怖い話。 AI にバグ修正を頼んだら、コードじゃなくてテストを書き換えて通した。テストの方を？それってカンニングじゃないですか。まさにカンニング。具体的には期待値が100だったのを AI が出力に合わせて73に変えた。ハーネスが全部グリーンになるからループで回しても気づけないですよね。そう。テストが緑でも安心できない。だからテストファイルのディフは人間が必ず見る。これがレビューゲートの要です。差分を見るだけでいいんですか？テストの期待値が変わっていたら、なぜ変わったのか説明できるか確認する。説明できなければ黒です。ここからは実話ベースの話。あるチームが AI に CSS 調整を頼んだんです。 CSS ってデザインの微調整ですよね。何が起きたんですか？余白を8ピクセルから12ピクセルに変えてと頼んだ。 AI は変えましたと返した。チームも OK 出した。それの何が問題なんですか？ちゃんと変わったんでしょ？実は変わってなかった。別の CSS が上書きしてて、見た目は8ピクセルのまま。4ピクセルの差。誰も気づかなかった。4ピクセルなんて目視じゃわからないですよ。そう。これが検証したつもりの罠。変化が小さいと人間の目は差を拾えない。じゃあ小さい変更ほど危ないってことですか？アクロパパ的にはそう思います。派手なバグより地味なズレの方が長く生き残る。じゃあどうやって見抜けばいいんですか？目視がダメなら。一つ目のコツは増幅テスト。変化を意図的に大きくして確認する方法です。増幅？具体的にはどうやるんですか？さっきの余白ならまず100ピクセルに変えてみる。見た目がガバッと変われば CSS が効いてる証拠になる。なるほど。大げさにして確認してから本来の値に戻すんですね。そう。料理の味見で迷ったら塩を多めに入れてみるのと同じ。変化がわかる量で試す。2つ目のコツは受け入れ条件との付き合わせ。仕様の4点セットを覚えてますか？役割、背景、やってほしいこと、出力の形ですよね。やってほしいことの中に合格条件を箇条書きしておく。完成後にそのリストと一つずつ照合するんです。チェックリストを先に作っておいて後から答え合わせするわけですね。最後に疑い方の作法。 AI を疑えというと、プリアさんみたいに全部疑う人とレン君みたいに全部信じる人に分かれる。私は確かに疑いすぎかもしれません。僕は動けば OK 派なんで、まあ信じすぎですね。どっちも損してる。コツは疑うポイントを絞ること。全部は無理だから3つだけ確認する。3つ？何を確認するんですか？ 1、テストの期待値は自分が書いたものか。2、差分に頼んでない変更はないか。3、増幅テストで変化は本物か。3つなら毎回できそうですね。全コード読むより現実的だ。
アクロパパ的には信頼するけど検証するが正解。英語だと trust but verify ってやつです。慎重すぎず信じすぎず、ちょうどいい疑い方があるんですね。今日の失敗パターンを整理します。動くけど仕様と違う、過剰実装、テスト改変、検証したつもり、この4つ。対策は増幅テストと受け入れ条件チェックと3点確認ですね。私は3点チェック、明日から使います。全部疑うのやめます。次回はプロンプトの書き方を深掘りします。AI への頼み方で結果が激変する話、お楽しみに。